なんすか。こんにちは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 。ということで、今日は和とがの違いについて説明していきたいと思います。私はもう日本語はいはい6年間ぐらいね、 6年間はいはい。そうそうそう、勉強したんだけど、はい。全然違いが説明できない。あら、僕も24年間ぐらい日本語を実は勉強してるんですけど、違いは自分ではわかるし、もし人が間違えてたら間違ってるなっていうことは認識できるんですけど、いざこの動画を撮ろうと思った時に明確にその違いを説明することはできなかったですね。まあ、いつもルールを決めたら、はい。例外が現れるってことですね。そうなんですよ。これ例外というかね、そう例外ですね。例外。そもそもこの問題がもう膨大な組み合わせ、いろんな動詞であったり、もしくは文法であったり、そういうものがこう組み合わせて複雑に、この時は和、この時はが、この時は和みたいなものを日本人は経験的に覚えてるうん、もちろんね。と思うので、それをシンプルにこの時は和、この時はがっていう2つのルールをこうバンって出すことはできないと思いました。全部の教科書にある説明はそう私は一切分かったことない。本当にね。はいはいはい。その有名な和がトピックマーカーとががサブジェクトマーカーでしょ。それはまだ分かんない。だから今ルールを発表します。まずは基本を学びましょう。次に例文を使って練習してください。はい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 。その次に、はい。とりあえず試してみて話すことが大事。4題目。最後に例外があっても気にしないってことですかね。それの方がいいと思います。ルール1、はい。基本を学びましょう。あら、基本とは何ですか？基本は和の方が広いトピックの話について話してる。がが狭いトピック。例えば、鳥は空を飛ぶとかですかね。そうね。と、鳥が空を飛ぶといえば、あの鳥だ。はいはいはい。その鳥だ。怪我してた鳥がね、こう、そうそうそう。飛べないよ、飛べない飛べない飛べたーってやつね。はいはい。もう決まっている鳥ですね。はいはい、そうですね。ががったらねはいはい。そのがの方が強調するですね。はい。次は和がそのコントラストの力があります。コントラストの力がある。おお、はいはいはい。スター・ウォーズみたいな言い方しますね。というのは、はいはい。その私は東京は行った。あなたは東京行ったんですね。はいはい。そう、それを言ったら絶対になんかバットみたい。でも京都は行けなかった。なるほど。ちょっと京都の方が行ってほしいですけどね、僕としては。東京人じゃん。リンゴは好きだけどバナナは嫌い。そうね。と絶対にその和が例えば人にコンプリメントいいことを言いたいとき、例えば目は綺麗ですね。それはダメです。そうですね。目は綺麗ですと言ったら鼻や顔はあんまり良くないっていうニュアンスを含むんですね。別に言ってなくても。そう、インプリシットになるね。インプリッシブルだ。インプリシットね、英語で言うと。ちょっとよくわかんないですね。次は、はい。時々、おの代わりにがが使う。それはもう決まってる動詞があって、はいはいはい。をっていうのは、何々をってことですか？例えば、私はリンゴを食べますのを。そう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 。オブジェクトに対して、目的に対してのを。その代わりにがを使う場合もありますね。なるほどね。その動詞は、が欲しい。が欲しい。が好き。が好き。が嫌い。が嫌い。ができる。ができる。よし。よし。がいる。がいる。がある。がある。よく使う言葉はね、ビリーさんがね、日本に住んでてよく使う言葉はそれだと。疑問詞が最初に来た時は必ずがになります。例えば、
誰がケーキを食べたの？どこの国がワールドカップで優勝したのとか。フランスだよ。そうなんだよね。どこが一番いいお店とか、何が食べたいのとか。で、どの曲が好きなの？どうだろう。曲が好き。うん。この時のがは絶対はを使うことは無理です。がだけのパターンですね。そうですね。ルールに、実際、例文を覚えて練習するのは大事ですね。はいはいはい。例えば、今、その動画の例文を取って自分のものにする。まずは例文を覚える。はい。次は、例文の形、ちょっと変える。はいはい。最後のステップは、その、日本語のポッドキャスト、動画、YouTube 動画、テレビ、レジオの話を聞いて、自分が勉強した例文と結びつけていくと。そう、狩り。狩り。狩りです。釣り。釣り。そうそうそう。ハンターベティね。ハンターベティね。はいはいはい。そうです。まあでもそうなりますよね。逆にヨーロッパの人たちがどうやって漢詩を覚えたかを知りたいですね。本当に。漢詩？ルーとか。ああ、それはね。そうそうそう。自然だね。それと一緒だから、それも結局他の国の人が勉強するには、まあもう組み合わせとか音とかを覚えていくだけですよね。そうそうそう。慣れるしかない。だから、ルルさんに来る。ルルさん。ルルさんは、とりあえず試してみて。とりあえず書いて。とりあえず話して。はいはいはい。怖がるな。怖がるな。怖いよー。話すのは怖いね。なんか本当に日本人があって、日本人が私の言葉今、待ってる。はい。待ってる。もう我慢できない。はい。でも私は、言葉ってなんで考えすぎならもうダメです。もう会話できないでしょ。すいません、僕も英語喋るの怖いです。まあそうですね。そう、謝りするんだから学べると思ってるね、私は。謝りをするから学ぶことができる。そう、失敗したら、その失敗のおかげで学べると進める。確かにね。なんか、心に刺さるものがありますね、僕にも。まあそうですね。特に、この和とがの違いについては、別に日本人の人も、そこまで気にする人はいないと思いますね。まあちょっと気になるときは言いますし、僕もベティちゃんとまあ何年か一緒にいますけど、会話で気になることはほとんどないですね。で、あとは和とがを使わない場合っていうのもありますよね。これ結構会話表現では多いので、もしかしたら今後動画にするかもしれないんですけども、まあ、和を使う場合とがを使う場合と和とがを使わなくてもいい場合で3種類があると思うので、まあ別に疲れちゃったらこの3種類目の和とがを使わない場合っていうのも使っていいと思います。俺ルフィって言うじゃないですか。ワンピースのルフィは。本当に言う？俺ルフィって言うでしょ。俺コーンフリークス言いそうですよね。これペン。もう言えるね。そうだね。通じるね。通じますね。そう、これはペン、これがペンのこだわらなくてもいいじゃん。これペン。ルール 4! まあ、外国人にとってのアドバイスなんですけど、はい。まあ、本当にね、その、ガと和の違いの、こういうみたいな本が、こんなに大きい、こんなに太い本があります。嘘でしょ。例外に、エクセプションにこだわるな。はい。小さい例文を作って、他の人の話を聞いて、つながって、済むと思います。なるほど。じゃあ、そういうことで、今日は4ルールを発表しました。イェイ！イエーイ！素晴らしい。これから自分の知識を作る。なるほどね。そこから自分の知識を作る。と伝えたかった。はい。僕も英語やフランス語頑張ります。じゃあ、こういうことで、今日は終わりにしたいと思います。さよなら。さよなら。